どうもこんにちは、ギターショップトニックの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。はい、こちらのカスタム24ですね。皆様きっと見たことある方いらっしゃると思うんですが、カスタム24の進化の歴史だったり特徴だったりを解説して、最後はサウンドチェックもやっていこうと思います。個人的にはですね、トニックが PRS のコアディーラーに昇格してからこのカスタム24触ってみてめちゃくちゃいいなと改めて思ったモデルですね。結構僕のお友達とかもたくさんカスタム所有してる方いたんですけども、今回この最新のカスタム24っていうところを触ってみて、はい、めちゃくちゃいいなと思って個人的に気になってるモデルですので、非常に今熱が入っております。正式名称はカスタム24だと思うんですけども、今回24で話していこうと思います。はい、ということで早速やっていきます。本編へどうぞ。まずはじめに PRS カスタム24とはというところをやっていこうと思います。こちらのカスタム24なんですけども、1985年ですね、ウィンターナムにて登場した PRS のフラッグシップモデルです。1985年以前ですね、PRS ギターズ代表のポール・リード・スミス氏が制作していたギターの標準スペックっていうのがオールマホガニーだったんですけども、オプションであるメイプルトップを採用したカスタムモデルっていうことが名前の由来でカスタムというふうな名前になりますね。特別な仕様という意味のカスタムと24フレット仕様という名前が由来ですね。もともとはですね、こちらのメイプルトップのモデルっていうのはカスタムという名称だったんですけども、後にカスタム22というモデルが登場するので、そちらと区別するためにカスタム24というふうに呼ばれるようになったそうです。すでにこのカスタム24っていうのはもう登場した時から完成されているというか、非常にクオリティの高いものだったんですけども、85年の登場から現在に至るまで様々な点が進化し続けているというような特徴があります。とりあえずちょっと解説していきますと、ピックアップはですね、オリジナル設計のスタンダードトレブルとスタンダードベースというものでスタートするんですけども、最初からこのオリジナルのピックアップを採用しているので、カスタムのいらっしゃるサウンドの方向性っていうのはもうこの時点ですでに定まっていたんじゃないかと思いますね。その後ですね、1991年後半からトラスロットがシングルアクションのものからダブルアクションに変更になりまして、91年まではブラジリアンローズウッドの指板を採用していたとのことです。初期のモデルに関しては基本的にこの指板インレイですね、ムーンインレイというものを採用しておりまして、現在ではもう PRS といえばみたいな形のバードインレイはオプションで選択できたんですね。そして1991年後半からはピックアップがですね、 HFS ホットファットスクリームの略とヴィンテージベースに進化します。この HFS とヴィンテージベースっていうのは個人的に PRS といえばこのピックアップの組み合わせみたいなイメージがめちゃくちゃ強いですね。その後1993年にはこちらのトレモロブリッジですね、ストップテールのものを搭載したカスタム24も登場するようになります。2005年には PRS 創業20周年を迎えまして、20周年アニバーサリーのカスタム24が登場しますね。指板インレイが非常に特徴的で今でも好きな方たくさんいらっしゃると思います。2011年ですね、非常に大きな仕様変更がされるんですけども、まずピックアップが5909に変更され、これまではですね、ピックアップセレクターがロータリースイッチとか 3way のトグルとコイルタップみたいな組み合わせだったんですけども、 5way のブレードスイッチを採用するようになります。あと他にもフェーズ3ロッキングチューナー、あとネックシェイプですね、パターンシンとかパターンレギュラーとか現在でも使用されているネックシェイプに変更になり、バードインレイのデザインも変わりというふうな形で非常に進化した年ですよね。その後2012年頃にはピックアップのボビンですね、これまではカバードのハムバッカーのカバーを外した状態でピックアップリングとピックアップの本体の間に隙間があるデザインだったんですけども、角型のボビンに変わるという風な形ですね。その後2015年には30周年記念のモデルが登場しまして、その際に製作された8515というピックアップが搭載されます。この8515の開発に関してはポールさんも携わっているそうです。2020年には塗装がトップラッカーのフィニッシュで、アンダーコートが CAB になりまして、ピックアップには TCI プロセスというものがインストールされるようになりますね。2024年には塗装がオールラッカーに変わりまして、2025年40周年記念モデルがリリースされて、ピックアップが DMO というものに変更されます。 DMO はですね、個人的にめちゃくちゃ推しなピックアップですね。 PRS のそのモダンさといいますか、そうクリアな質感そのまんまにレンジの広さもありつつで、ニュアンスもすごい出てみたいな、個人的に DMO めちゃくちゃ好きですね。これが大まかな進化の歴史なんですけども、本当に細かい部分を見ていくと、ペグとかブリッジとかナットの素材とか、電装系にハイパスフィルターがついたとか、ヘッドストックベニヤ貼られてるとか、めちゃくちゃ変わってるんですけども、ざっくりこんな感じです。このカスタム24ですね、個人的な思い出で言いますと、小沢が以前ライブハウスにガンガン出てた頃、 PRS 使うギタリストの方めちゃくちゃ多かったんですけども、みんなブルーマテオのカスタム24を持ってちょっとヘビーな感じで裏打ちでみたいなやってましたね。その流れでっていうわけじゃないんですけど、小沢もやっぱりちょっと一本カスタム24を買おうとした時期があって、
赤いテントップのモデルが欲しかったんですけども、その2ヶ月後にトム・アンダーソンを見つけることになりまして、2015年に黒沢楽器さんのお茶の水で開催されている大楽器祭っていうのがあって、そこで30万で手に入るかもっていう風なことがあったんですね。正直もう当時本当にお金なくて2年ローンで購入をするんですけども、そっちを買うというような歴史がありますという余談です。続いてカスタム24のスペックと魅力について語っていこうと思います。カスタム24とはどんなものなのかっていうところを掘り下げつつも、素晴らしい点を話していければと思います。基本としてはですね、マホガニーバックでメイプルトップでマホガニーネックでローズウッド指板というのは木材構成ですね。24フレットの仕様で10インチの指板ラディアスと2つのハームバッカーピックアップを搭載していて、ピアレスオリジナルのロック式とピアレスが特許を取得しているトレモロユニット。コントロールは1ボリューム1トーン。トーンは昔スイートスイッチだったこともありますね。5ポジションのセレクターで、以前は3ウェイのトグルだったりロータリースイッチだったりという風な、組み合わせで、そこからさらに深く見ていきますと、ボディですね。ピアレス伝統のこのダブルカッタウェイのボディデザインなんですけども、マホガニバック、メイプルトップということで、ギブソンのレスポールスタンダードと同様の木材構成ではあるんですけども、このダブルカッタウェイかつボディ圧もちょっと薄いです。マホガニバックとメイプルトップのサウンドをベースとしつつも、軽量でかつハイポジションへのアクセスもスムーズだということですね。さらにコンターもしっかり入ってますので、構えた時にちゃんとフィットするデザインになってます。機能性だったりサウンドだったりっていうところはもちろんなんですけども、トップですね。ピアレスが世界に誇るバイオリンカーブと、この美しい木目と美しいカラーリングとバードインレイだったりオリジナルのハードウェアによるこのルックスですね。このあたりもすごい洗練されてて非常に美しい点だと思います。バイオリンカーブですね。見た目っていう風な感じになるんですけども、こうやって指を乗せて弾くタイプの方とかはこのカーブにいい感じに指が引っかかってスタイルによってはめちゃくちゃフィットするとは思いますね。僕もたまに乗せて弾いたりはするので、ここのカーブあってよかったなと思う時は結構あります。ルックスだけじゃなくて演奏性にも若干合ってるとは思いますね。あとルックスの点で言うとナチュラルバインディングですね。ここのサイドの部分なんですけども、トップのメイプルのサイドの部分をあえて着色してないんですね。それによってバインディングがあるかのようなルックスに仕上がってるんですけども、これはなんか PRS が初という説がありました。このナチュラルバインディングがあることによってこのトップが非常に際立ちますよね。よりなんか木目が出て存在感のあるルックスになってると思います。次がネック周りですね。他にネックローズウッド指板っていう風な組み合わせなんですけども、ネックシェイプ、非常に考えられてまして、かつフレットサイドの処理めちゃくちゃ丁寧で、指板あるちょっとフラットめな、ただフラットすぎない10インチで25インチスケールという風な特徴がありますね。1985年当時主流だったフェンダーの 25.5 インチっていうのとギブソンの 24.75 インチをまたぐ設計ですね。当時主流だったのは21フレットとか22フレット仕様だったんですけども、24フレット仕様ということで、ダブルカッタウェイのデザインと丸められたネックヒール部分と一円側のボディのコンター部分ですね。これによって音域が広くてかつハイポジションまで実用的に使える設計で、モダンギターの先駆け的存在と言ってもいいんじゃないでしょうか。続いてクリアなサウンドと、豊富なサウンドバリエーションですね。ストラトの 5way セレクターと、レスポールの 3way トグルとかが主流だった中で、カスタム24は 5way のロータリースイッチを搭載していたんですけども、これによって2ハムなんですけども、テレキャスとかストラトとかみたいなこのハーフトーンのサウンドを出力することができたんですね。後に 3way トグルとコイルタップに変わって、今はこの 5way のブレードスイッチに変わるんですけども、現行品でも2ハムの仕様であるんですけども、サウンドのバリエーションが豊富っていうところはしっかり継承されていて、フロントとリアのタップしたサウンドのミックスとか、フロントがタップでリアがハムのミックスっていう風なサウンドも出力することができますね。フロントとかリア単体でタップの音を出したいっていう方はまた別の機種を選べばいいとは思うんですけども、 PRS がこの2ハムの配列の中でフラッグシップモデルに5つのサウンドバリエーションを持たせるとしたら、今のスタイルを選んだというところで非常に考えられた設計になっていると思います。24フレットのギターっていうのが結構フロントとリアでのサウンドの変化っていうものがあまり大きくないと言われがちなんですけども、カスタム24に関してはかなりメリハリのあるサウンドで、そちらも特徴だと思います。オリジナル設計のハードウェアたちです。細かく見ていきますと、トレモロブリッジですね。カルロス・サンタナというギタリストのリクエストから生まれたトレモロユニットなんですけども、ロック式のトレモロではないんですが、スムーズかつしっかり安定した絶妙な設計を持っていますね。カルロス・サンタナはですね、代表のポールさんにアーミングしても狂わないトレモロユニットを作ってくれみたいなとんでもないオーダーをしたらしくて、
それをこう叶えるために作ったトレモロユニットです。そのチューニングを安定させるために組み合わせただと思うんですけども、このロック式のペグですね。もともとはウィッグペグというものが使われていたんですけども、そこからかなりアップグレードされて、今ではフェーズ3ロッキングチューナーでかつウィングボタンというような組み合わせになってますね。原稿感も非常にやりやすいですし、ペグポストはブラス採用してたりとか、オープンバックになってたりとか、かなりこだわりが見える仕様ですよね。他にもですね、ノブとかピックアップリングとかバックパネルの素材とかトラスロットカバーの素材とか、細かい部分見ても全部オリジナルのものを採用しているので、実用性の高さがありつつも、この PRS にしかないこの独自のルックスっていうのが非常に魅力だなと思います。こういった魅力があるカスタム24なんですけども、これらの要素をベースとしつつもサウンドバリエーションをより豊富にしたカスタム2408とかピエゾ搭載のモデルとかロック式トレモロを搭載したモデルもありますので、その人の用途によってさらに突き詰めたモデルがあるのもいいですよね。カスタム24、めちゃくちゃ熱く語ってしまったんですが、こんな感じの特徴を持ったのがカスタム24ですね。非常に魅力がたくさん詰まったギターだと思います。今回使用するモデルがこちらですね。PRS カスタム24の10トップアークティックブルーですね。めちゃくちゃ美しい木目とカラーだと思います。こちらが2025年製の最新のモデルになるんですけども、もちろん塗装はラッカーですし、ピックアップ DMO ですし、ハードウェアとかも全部最新のものを採用した、今まさに PRS を代表する一本だと思います。価格が新品で73万9200円で販売中でございます。決して安いとは言えないんですけども、エレキギターの第3のブランドである、PRS のフラッグシップモデルということで、長年の PRS のこだわりが存分に詰まった一本だと思いますね。スペックここまで話してきたんですけども、実際のところ音はどうなのかっていうところですね。74万円の音がするのかっていうところなんですけども、そんな感じでいつも通りサウンドチェックやっていければと思います。今回クリーンとクランチとドライブで鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？めっちゃくちゃいいですよね、やっぱり。ちょっとにやけちゃいますね、なんか。このカスタムに関してはですね、合理性と伝統がいい具合にミックスされていて、それを進化させたようなモデルだと思いますね。その結果、サウンドとかサウンドバリエーション、演奏性、ルックス、そういったもの全てが高水準になった一本だと言っても過言ではないかなと思いますね。弾きやすくて、見た目も良くて、どの音も実用的で、ジャンル問わず活躍ができて、コレクションとしてもめちゃくちゃいいみたいな。こういった機種っていうのは最初の一本で手にするにはなかなか金額的にはまたちょっと変わってはくるんですけども、もちろん最初の一本で手にしてもめちゃくちゃいいですし、なんならもういろいろとエレキギターを知って最後に手にする一本っていうとこでも非常にお勧めできるかなと思いますね。今エレキギターといえばスラトキャスターとレスポールっていう風な2大モデルがあるんですけども、このカスタム24に関してもエレキギターを代表する一本にもなってるんじゃないかと個人的には思いますね。カスタム24の動画ずっと撮りたかったんですけども、物が入ってきては次の撮影の前に売れるみたいな形でずっとできてなかったんですけど、今回こういうの撮れてめちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっとテンション高めでお送りさせていただきました。ということで皆様いかがでしたでしょうか？音どうだったとか、今度このモデルも紹介してとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。このカスタムの動画の時に絶対話そうと思っていた内容がありまして、なんとギターショップトニークにポールさんがご来店するという風な、イベントがありまして、びっくりですよね。うちが一番お世話になってるブランドの代表の方で、もう雑誌とかでもたくさん見てきて、いろんな写真とかもたくさん見てきた人がまさかこのトニークに来るという、イベントがありまして、前日からずっとそわそわしてまして、店頭はもうとにかくピッカピカにしてポールさんを迎え入れるぞみたいな感じに、店頭のレイアウトも変えてみたいな形で来ていただきまして、お店の在庫にサインしていただけるみたいな話があって、個人的にコアのモデルサイン入れてくれるんだろうなとか思ってたら SE も S2 も全部入れるみたいな感じになって、持ってきてみたいな感じで、バケツリレー式みたいな感じでどんどんポールさんの元にピアレスのギターを回し、どんどんサインしていくみたいなとかあったりしましたね。ポールさんサインいろいろ書いていただいて、看板みたいなものにもちゃんとサインを入れていただきました。トニークの店頭来られた方チェックしていただければと思います。正直でもこの店頭にポールさんがいて、うちの商品とかをいろいろ見て、エフェクターとかも試されてて、そうなっているっていうところがもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。トニークもともと9店舗の頃ちっちゃいマンションの一室でやっていたんですけども、そこから新店舗に移転してコアディーラーにも昇格してみたいなっていうところで、いつもご利用いただいている皆様のおかげなんですけども、 PRS のギターがなかったらここまで大きくなれてなかったんじゃないかなとは思っているので、めちゃくちゃ嬉しかったですね、とにかく。その後にいろいろお話とかもさせていただいて、質問とかもさせていただいたんですけども、ポールさんにその PRS のギターで一番好きな部分は何かみたいなっていう、そんな感じの質問をしてみたんですけども、ポールさん曰く PRS のギターの一つ一つの部分が今自分が思う一番好きな部分でみたいな、その好きな部分が全部もう組み合わさってるからどこか一つとは言えないみたいな、めちゃくちゃ自分の製品に自信を持ってるなと思いましたね。もう全てがベストだとおっしゃってました。その後ポールさんに一問一答式でちょっと質問できたらなとか思って、よかったら動画撮ってもいいですかみたいな話をしたら、せっかくなら一緒に撮ろうよみたいな形になり、まさかの小沢とポールさんが並んでここでショート動画を撮らせていただいたので、もう動画上がってるとは思うんですけども、めちゃくちゃいい経験をさせていただきましたね。非常にモチベーションが上がりまして、ガンガン PRS の良さ伝えていければなと改めて思いましたね。トニークの名前の由来なんですかみたいな話があって、ポールさん曰くユニークっていう単語とトーンを合わせてトニークという造語を作ったのかっていう風な、すごいいい意味を話してくれて、これからちょっとそう言っていこうかなとは思ってるんですけども、実際は社長が思いついたっていう風な形なので特に意味はなくて、音楽用語のトニックが元なんですかみたいなことも聞かれるんですけども、本当に理由は特になく、ただただ思いつきでトニックってなったんですけども、これからユニークなトーンということでやっていこうかなとは思ってますね。そんな感じで今回ちょっと小話がだいぶ長くなってしまったんですが、 PRS がめちゃくちゃ好きだっていう方、うちの店めちゃくちゃ楽しめると思いますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。現在トニークではですね、買い取りめちゃくちゃ頑張ってますので、今使っていないモデルがあったりとか、何か新しいギター欲しくて下取りでとかあれば、いつでもご相談いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。